どうもこんにちは。今年もナンバーズコレクションやりたいと思います。ナンバーズコレクションというのはですね、僕が一昨年から始めたシリーズなんですけど、僕が作ってみたい靴、見てみたい靴っていうのを形にするっていうコンセプトのあるコレクションなんですけど、今年ちょっと数が少なくなっちゃうんですが作りたいと思います。で、このナンバーズコレクションは11月に予定している展示会で展示して販売します。ちょっと今年は、2足しか作れなそうなので、2足に共通したコンセプトを持って作ります。で、今日何やるかというと、その型紙を作るところをちょっと撮りたいと思います。片方はまたね、アッパー作るか釣り込むかでまた動画撮りますので、今日は型紙を作る方を紹介します。型紙を作るときはいろいろやり方はあると思うんですけど、今回の動画で僕がどんな風にやってるっていうのをお見せします。この木型に直接デザインラインを描いて、ああでもないこうでもないってやりながらデザインを決めていきます。で、今回のデザインはこんな感じで結構変わった感じのデザインです。2足に共通するコンセプトとして、今年岸沢ワークの新工房を森に作りましたので、ちょっと森っぽさ、山っぽさっていうかね、そういったちょっとカジュアルな雰囲気、アウトドアな雰囲気っていうかね、そういうのを取り入れてみようと思ったのが今回の2足です。なので今まで作ってきたようなクラシックめなドレスシューズとはかなり雰囲気が違います。 U チップというかモカのステッチがあって、ちょっとアデレードっぽかったり、あとはハンティング系の U チップのデザインっぽかったり、変則的なんですけど、ちょっとこれを今回は型紙起こしていきたいと思います。で、型紙は結構難しくて何やってるか分かんないところもたくさんあると思うんですけど、大まかにこんな感じにやってますっていうのをお見せできればと思います。まずはこの木型に描いたデザインラインを紙に写し取ります。木型は 3D なので 2D の平面にするっていうのがこの型紙制作の大事な部分というか、いかに 3D を 2D にうまく落とし込むかっていうのが腕の見せ所ですね。で、この型紙によってその後の釣り込みとか、あとフィッティングとかね、そういうことにすごく影響してくるのでめちゃめちゃ大事です。僕が使っているのはこの透明なシールですね。ブックカバーに使う、ブックカバーっていうか表紙の保護に使うようなシートなんですけど、これを使って木型に貼り付けます。当然このシールは平面なのでこの木型にはぴったり貼ることはできません。ということで、とりあえず貼れるところだけこうやって貼って、ここ浮いちゃうんですよね。貼れないところはカッターで切れ込みを入れて、なるべくこの木型に沿うように貼ります。で、これは今適当に切ってるわけではなくて、木型に基準線と基準点を書いてますので、それに合わせて切ったり貼ったりしてます。こんな感じでなるべくぴったり木型に沿うように貼りました。で、こうしたらこの木型のセンターラインとか、ポイントとか、あとはこの木型に直接描いたデザイン線をこのシートに写し取ります。この木型の写し取りっていうのは外側と内側で半分に分けてやるので、こうやってデザインが描けたら半分のところ真ん中の線でカットします。
この写し取ったシートを丁寧に剥がして貼ります。これが外側のデザインラインと木型の形です。でこれをまたね、こっちの内側の部分もやります。こんな感じで外側と内側それぞれ取れました。これをカットします。これそのものは型紙にならない、型紙の元みたいな感じなので、そこまで丁寧に切らないんですけど、ラインが狂わない程度に切っていきます。でこのままだと、さっきこの木型に貼るときに曲面に貼れるようにカッターで切れ目を入れたりして貼ってた分、誤差が結構出てるので、その誤差を直します。この今の型紙の元はこうしてポイントがこう部分に打ってあります。これこう木型に持っていくと、このポイントの位置結構ずれてるのが分かると思います。木型と合ってないですね。これを木型に合うように修正します。短いところは切れ目を入れて伸ばします。あとはこっちのかかとの方、かかとは木型が丸みがあってシートにかなりシワが寄ったので、その分修正するためにかかとの部分に切れ目を入れて少し縮めます。こんな感じで、木型に合わせてみるとここのポイント合ってますね。ぴったり合ってます。で一番下のポイントだけちょっとあえてずらしてますけど、こんな感じで型紙の元と木型を合わせるというのを内外どっちもやります。こうやって修正の終わった原型をまた新たな型紙用紙に写し取ります。それぞれポイントも写し取って、そしてこのデザイン線をコピーしたいんですけど、ちょっとこれなぞれないので、このルレットで上からなぞって跡をつけます。こんな感じで線と、うっすら見えにくいですけど、ポツポツと今ルレットで押し当てた跡があります。でここに内側も重ねていきます。この先ほど打っといたポイントをちょっと合わせて、内側と外側の基準となる部分を合わせて、内側をさっきと同じようにまたなぞります。これで今外側と内側が重なった状態ですね。で型紙を作る時、便宜上外側と内側を合わせてというか内外反転させて作ると作りやすいので、内外型紙が取れるようにちょっとずれてるラインとかを修正していきます。それとさっきルレットで写し取った跡をペンでなぞってデザインラインを描いていきます。それとさっき取ったデザインの線って木型のこの端っこまでしか取ってないんですよね。で実際靴として作るには
吊り込みしろ、吊り込むために革を引っ張る部分が必要なので、その革を引っ張るための吊り込みしろを追加します。だいたい僕は 23mm って習ったんですけど、これサイズによってもちょっと違うし、これは実際アッパーのデザインには直接関係ないので、ある程度僕ちょっとアバウトにやっちゃってますけど、木型のこのエッジの部分のことをフェザーラインっていうんですけど、このフェザーラインは内側と外側で少しラインがずれてるので、それはしっかり再現します。で、曲線を描くのにはこの曲線定規を使います。手書きだとどうしてもラインがブレるので、曲線定規の曲線の合う部分を合わせながらなぞってきれいなつながる曲線にしていきます。かかとには分厚めのかかとの芯が入るので、それが入る分少し大きく作っておく必要があります。で、さっき取った原型よりも少しプラスしたところに曲線を描いて、このヒールカップの丸みを作ります。それでこれである程度ラインが描けたのでカットします。これはさっきと違って型紙本番なので、これ自体型紙じゃないんですけど、ここに型紙の正確な情報が全部含まれているので正確にカットします。この型紙にはアッパーの情報とライニングの情報まで全部入ってます。で、これを元にそれぞれ型紙を起こしていくので、今ここに書いてある線たちをなぞれるようにこの型紙に切れ目を入れていきます。今ここで入れてる線はこれトップラインの履き口のラインで、内側と外側で高さが違うので、それぞれ外側の線と内側の線をなぞれるようにここに切れ目入れていきます。これが型紙の元となる、僕が教えてもらったのはこれスタンダードフォームって呼んでるんですけど、このスタンダードフォームを元に型紙を作っていきます。どういった線が書いてあるか、これは U チップのモカ縫いのデザインラインとか、あとここ履き口ですね、あとここ履き口の下にそれに沿うようなデザインラインがあったり、これは内側のかかとの継ぎ目ですね。これはライニングの継ぎ目で、ここに見えるこれがベロです。あとはここにあるのがバンプライニングとカウンターライニングのつなぎ目です。そんな感じでいろんな情報がこの中に入ってます。これを元に型紙を展開していきます。まずはハトメのついているパーツなぞっていきます。ハトメから履き口までつながったパーツですね。で、これは木型のセンターを中心に反転させて内側も同じように描きます。ただ履き口部分は内側と外側でラインが違うので、内側のラインを描きます。
ただなぞるだけだと結構ズレが発生したりするので、スタンダードフォームからなぞった形に加えて、ちょっと木型の癖をあらかじめ考えて、その木型の癖をカバーできるような形に微修正します。この後実際に本番のアッパーを作る前に仮のアッパーを作ってデザインの確認するんですけど、なるべくそのデザインの確認の時点で精度の高いものを作っておきたいので、場合によっては仮アッパー1回じゃ済まなくて2回とか3回とか作ることもあります。さっきの写し取ったものを微修正して、こういった感じで張り込みしろを糊で貼ってミシンで縫う部分を付け足して一つパーツが完成しました。切り出します。カウンターライニングの線をなぞって、カウンターライニングはアッパーを作るときにアッパーからトップラインが少し出るように作るので、なぞった線からプラス 5mm ぐらい余分にカットします。これがカウンターライニング2枚です。外側と内側。次は一番大きいパーツです。ほとんどホールカットに近いんですけど、バンプからカウンター、ヒールまでずっと覆うパーツですね。真ん中に線を引く。そしてその線にスタンダードフォームを合わせて、まずフェザーライン、外形を描きます。そして U チップのデザインラインも写します。こう部分で盛り上がる前で点を打って少し回します。そしてもう一回点を打ってさらに回します。そうするとこのさっき最初に引いた線がこの甲のさっき斜めに立ち上がってた部分にぴったり合います。こうきたらこのバンプライン曲線までですね、ここまで書いてで戻します。そしてさっきのバンプラインの続きを書く。でここは外側と内側ラインが違うので、今外側作ってるんで外側のラインを写してヒールまで写す。で残りのフェザーラインも全部写します。これでどんな感じになったかと言いますと、こんな感じ。最初に作ったこのパーツがここにくっつきます。それを反対側でもやります。今度内側同じように線を合わせてかけたラインがこんな感じです。なんでくるくる回してたかっていうと、この木型の甲の部分が立ち上がっているので、このパーツと今書いてたパーツをぴったり平面で貼り付けちゃうと、ここの立体感が全然なくて、釣り込みがすごくしにくいというかあんまりできないですね。なのでそれを立体的に今書いてたパーツとこのパーツを組み合わせるためにくるくる回すことで、矛盾なく立体感を作るというか、そんなやり方です。この中心のアデレードみたいになっている部分はその上にかぶさるパーツと形が違うと思います。ちょっとこっちのパーツの方がこう上にすぼまってますよね。
だからこれもし貼り付けようとしたらどうやって貼り付ければいいかというと、こういうふうに貼り付けると、この今書いたパーツと紐のパーツが貼り付けられるということになります。つまりそれっていうのはこの木型のコーンの盛り上がりに等しいんです。こうやってパターンを平面じゃなくちょっと曲げるっていうか、少し歪めて描くことによって立体的なパターンを作ることができるということです。手縫いの模範縫いの穴を開けています。コンパスで均等にこのデザインのラインに沿って印をつけていきます。はい、こんな感じでパーツができました。この靴はシームレスヒールで継ぎ目を内側に持ってきているので、外側だけ長くて内側少し短くなっています。それとこんな感じで模範縫いの印をつけて目印が分かるように穴を開けております。これで全てのパーツが切り終わりました。これがアッパー、これもアッパーですね。あとタンもアッパーですね。タンを除けば2パーツで構成される結構贅沢なタンの使い方をする型です。それとこれがライニングですね。ライニングは基本的にバンプとカウンター2枚、もしくはビスポークだとちょっとこのカウンターをつなげて1枚で取ったりするんですけど、どんなアッパーでも多くの場合こういった形になります。ということで、型紙の動画以前から出してほしいっていう声をたくさんいただいてたので、いつかやろうと思ってその公募が立っていてやっと撮ることができました。でもやっぱりね、型紙の動画結構ちょこまかいろいろやってて何やってるのか分かりにくいっていうのがありますね。この型紙精度よくいいものを作っておくと、その後の作業もやりやすくなって仕上がりもいいものになるのでめちゃめちゃ大事です。で、今回ナンバーズコレクションで使ってる木型っていうのは先日アップしたフィッティングシューズの木型と同じものを使ってます。で、この木型かなり複雑な造形をしてて型紙作るのが結構難しいです。この型紙の難易度とか作り方、微調整とかはね、それぞれの木型の特徴によって変わってくるので、今回見せたのは僕がこの木型で僕のやり方で型紙を作るっていう動画で、いろいろ型紙のやり方あるようなので、いろんなのをやってみると型紙への理解が深まるような気がします。というわけで、この後はこの型紙を使って仮アッパーを作ってデザイン確かめて、その後本番のアッパーを作ります。